夢日記。バス会社のカーポート。気がつくと自分は車を運転していた。肉体の主導権はなく、流れてゆく夜の風景をただ眺めているだけだった。そのうちにだんだんと意識が朦朧としてきて、いつの間にか夢の中で眠ってしまった。ガリガリガリという音で夢の中で目が覚めると、薄暗いビルの中の駐車場だった。その音は絶対に入らないぐらい狭い車と車の間に無理やりに車を入れようとしている音だった。もはや車を隙間に入れるという表現よりは、力ずくて他の車を押し出すと表現した方が良いレベルで、夢の中の自分は何やってんの何やってんのと思ったが、体を動かす主導権がなかったので何もできなかった。結局両隣の車は自分の車に押し出されてしまって、当然車体もボコボコになっていた。するとその車の持ち主と思われるおとなしそうな30代ぐらいの女性がやってきたので、自分は賠償するのは当然だとしても、絶対むちゃくちゃ怒られるだろうな、飛ばせを浴びせられるのを覚悟していたら、逆に自分の肉体の方が女性を指さして、言葉は聞こえなかったけどジェスチャーでお前の方が悪いみたいな感じで怒っていた。すると女性は謝り出して、頭をペコペコさせながらボコボコになった車で帰っていった。自分は自分の肉体ながら呆れて、ほんと何やってんだこいつと思ったけど、いかんせん体の主導権がないので何もできなかった。その後自分の肉体は何事もなかったかのように雑居ビルの1階駐車場から出ると、そこはバス会社の巨大な駐車場だった。巨大なカーポートが空の広大な駐車場を覆っていて、薄ぼんやり光るオレンジ色の電球が静かな夜を照らしていた。雑居ビルから駐車場を挟んだ対面には2階造りの駅舎から白い電球の光が漏れていて、自分の肉体は駅舎へと歩き出した。しかしその途中で雨がポツポツと降り出し、駅舎へと一歩進めるごとに雨は強さを増してゆき、カーポートの下にいても雨漏りや横風で濡れてしまうほどに強くなりだした。駅舎に近づく寸前には土砂降りの雨で前方を視認するのも厳しく、自分の肉体は急に反転すると雑居ビルの方へ戻り出した。自分はちょっと歩いたら駅に入れるんだから行けばいいのにと思ったが、この時点でも肉体の主導権はなかったので無理だった。自分の肉体は雑居ビルへ戻ると、当たり前のように1階にあるバス会社の運転手専用の休憩室へ入った。ガムテープで補修してある黒い合成革のソファーに座ると、慣れた手つきでタバコを取り出して火をつけて吸い出した。ストーブの温かさと茶色い毛布のぬくもりにだんだんと眠くなってきて、うつろうつろとしてきて、いつの間にか眠ってしまっていた。次に気がつくと、白壁の東南アジアっぽいすごく狭い飲食店にいた。自分の隣と前には見覚えのない20代後半の男性2人がいて、昼食の最中のようだった。この時にやっと肉体の主導権が自分の方へ戻ってきてる感覚があった。目の前には空の食器が置いてあって、自分はすでに完食しているようだった。あとは隣の男性が食べ終わるのを待つだけだったが、その男性はもう食べられないみたいなジェスチャーをしたので、我々はお会計をしようと立ち上がった。すると厨房の奥から身長140センチぐらいの小太りで24歳ぐらいの丸眼鏡をかけた女店員がやってきて、残すなら罰金だよ、絶対払ってもらうからねと連呼して怒り出した。あまりにもわめき散らすので、自分は残さなきゃいいんでしょと言い、残っていたいくら丼を手に取り一口で食べた。ついでに他の皿についてるご飯粒とかまでもきれいに平らげて、ほらこれで残してないでしょ、じゃあお会計ねと言ったら、ダメあるよダメあるよ罰金払うよとさらに怒り出した。そっちがその気ならと自分も言い返すために興奮したら目が覚めました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。